私の命は今日ここで終わる。私の名前はマリー。オーストリアの名門ハプスブルク家に生まれた。父は神聖ローマ皇帝のフランツ・シュテファン、母は女帝のマリア・テレジア。我ながらすごい親を持ってしまった。私は兄弟たちと違ってあまり勉強が好きではなかった。お友達とおしゃべりをしている時間が一番好きだったの。そんな私が14歳になった時、大きな転機が訪れた。あなたはフランスに行くの。そして将来フランスの王となるルイ・オーギュストと結婚するの。オーストリアとフランスの同盟を強化するためのいわゆる政略結婚だった。不安と好奇心が入り混じる中、私はオーストリアを後にした。初めて会ったルイの印象は、そうね、ズバリオタクね。イケメンでもなかったし、なぜか毎日部屋にこもって錠前を作っていたわ。何をするにも優柔不断で、将来フランスの王としてやっていけるのか正直不安になったわ。でも彼はシャイだけどとっても優しかったの。そしてルイと結婚してから4年後の1774年、ルイ15世が亡くなり、私の夫はルイ16世として即位した。私は18歳で王妃になった。私が住んでいたのはここ、ベルサイユ宮殿。毎晩のようにパーティーが開かれていたの。とてもきらびやかで、全てが新鮮だった。宮廷の喧騒に疲れた時はここ、プチトリアノン宮殿。親しい友人だけ集めて、プライベートな生活を楽しんだ。何より、私はおしゃれにとても興味があったの。素敵なドレスや帽子をたくさん作ったわ。見てこの髪型、とっても漏れてるでしょ。フランスの女性はみんなこの髪型を真似したの。たくさんお金を使っちゃったけど、優しいルイは一切咎めなかったわ。いえ、本当は止めたかったのかもしれない。ごめんなさい。もちろん王妃の義務も果たしていたわ。孤児院や病院を建てたり、貧しい国民へ施しもした。それでも当時のフランスは貧しかったから、私の贅沢な暮らしが国民の反感を買ってしまったの。オーストリアから来たスパイだなんて言われていたみたい。そして私は国民からどんどん嫌われていったの。1789年7月14日、その日の出来事は忘れようとしても忘れることはできない。フランスの財政は破綻寸前だった。国民の困窮は極限に達していたわ。ルイは何とか改革をしようと試みた。けれど貴族たちの反対により頓挫してしまったの。そしてついに彼らの怒りが爆発してしまった。国民が飢えている中、変わらず贅沢な暮らしをしている貴族と王室に矛先が向けられたわ。特に私とルイに対する非難は相当なものだった。そして運命の日、市民たちは囚人の解放、そして武器を手に入れるためにバスティーユ牢獄を襲った。そう、革命が勃発してしまったの。革命運動はどんどん過激になっていったわ。パン不足に抗議するために7000人もの女性たちがベルサイユ宮殿に押し寄せたこともあった。そして
私たちは民衆の要求に応える形でベルサイユ宮殿から去り、王室をパリに移したの。パリでの生活はベルサイユにいた頃とは比べ物にならないほど質素だった。私たちの一挙一動が監視されていて、とても窮屈だったわ。命の危険すら感じていたの。そして私たちは国外への亡命を計画した。ルイは最後まで迷っていたのを覚えているわ。本当に優柔不断なんだから。1791年6月20日、私たちはフランス北東部にあるバレンヌという町を目指し、夜の帳を利用して出発した。私たちは無事にバレンヌに到着できた。ところが、ほっとしたのもつかの間、私たちの正体がバレて捕まってしまったの。私ほど美しい女性はめったにいないから目立ってしまったのかも。そして私たちはパリに連れ戻された。この逃亡で私たちの権威は完全に失墜してしまったわ。そんな状況の中でもルイはいつでも温かかった。国を捨てた私たちを彼らは許さなかったわ。1792年8月10日、私たちがいるチュイルリー宮殿が襲撃された。1000年以上続いた王政が廃止され、共和制が樹立された。彼らの革命が実ったのね。私たちは宮殿内に囚われた。そして翌年、愛する夫の死刑が決まった。あの優柔不断で内向的だったルイがとても冷静だったのを覚えているわ。1793年1月21日、コンコルド広場で刑は執行された。私は父親を失った我が子のために何としてでも生き抜こうと心に誓った。ルイの死後も革命派の過激さは衰えなかった。反対派を次々に処刑していったわ。私は刑務所に送られ、厳重な監視下に置かれたの。そして裁判にかけられ、反革命の罪で死刑を宣告された。ベルサイユでの贅沢な暮らしやオーストリア出身ということが気に入らなかったみたい。不思議と怖さはなかったわ。王妃として最後まで毅然と振る舞おうと思った。あの人がそうしたように。1793年10月16日、判決から2日後、私はルイと同じようにコンコルド広場で処刑されることになった。刑を執行しやすいように自慢の髪をバッサリ切られたの。そういえば刑が行われる直前に執行人の足を踏んでしまったの。わざとじゃなくてよ。その時に私はこう言ったの。ごめんなさい。でも靴が汚れなくてよかったわ。その時の驚いた顔ったらなかったわ。悪評高き女からまさかそんな言葉が出るなんてね。これが私の最後の時なのですね。ルイ、あなたがいないこの世界で私はどれほどの孤独を感じていたか。革命、それが多くの命を奪った。私が王妃として民衆の声にもっと耳を傾けるべきだったのかもしれない。子供たちよ、ごめんなさい。母として
あなたたちを守り抜くことができなかったことが何よりも心苦しい。どうかいつの日かあなたたちが平和な世界で暮らせる日が訪れますように。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。